お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。今日は紅茶の飲み比べをやってみます。今年私紅茶を作ったんです。それがこちらです。ちょっと形が変わっていると思いませんか？まっすぐな形をしているんですね。で、これはなぜかというと、緑茶を作る機械を使って紅茶を作ったからなんです。精重機というまっすぐ伸ばす形を作る機械があるんですが、その機械を使うことでより濃い紅茶ができるのじゃないのかと思いましてね、作ってみました。で、紅茶と言いますと、高温熱湯をかけて香りを出すっていう入れ方が基本的だと思うんですが、この紅茶は日本の緑茶の品種のお茶の葉を使って日本の緑茶を作る機械を使って作りました。なので玉露や高級煎茶、そういう風なお茶でお湯の温度を冷まして入れるタイプのお茶ですね。そういう入れ方をすると味がどのように変わるのかというのを実験したいと思います。で、こちら 3g あるんですが、それを全部ですね入れてみます。で、紅茶は熱湯を入れるのが普通だと思うんですね。で、それを一つ、そしてもう一つですね、今度は煎茶を入れるみたいにお湯の温度を少し冷まして入れます。で、こう持ってですね、移し替えることでお湯の温度を冷ましていくという。これでもね、十分熱い70度くらいはあると思います。そしてそういう入れ方をして入れたもの、さらにお湯の温度をうんと冷ます玉露の入れ方ですねをやったお茶、そういう入れ方もねやってみます。湯冷ましした水を入れて、そしてさらにねしっかりと混ぜることでお湯の温度を冷ましていきます。触ってね、十分お湯の温度があまり感じなくなるくらいですね。だいたい人肌くらいまで冷ましたお湯を入れます。いわゆる玉露の入れ方ですね。この3種類、味がどのように変わっていくんでしょうか。まずはね、熱湯を入れた紅茶入れていきましょう。おお、ずいぶんねしっかりと色合いが濃く出てますね。お茶の葉はこのような感じですね。香りはどうでしょうか。紅茶のいい香りがしております。ちょっと熱いうちに飲んでみましょう。少しねこの紅茶甘みも感じられるんですよ。で、一番茶を使ったらそういう甘みが出るっていう話を聞いたので、もしかしたらそうじゃないのかと思うんですが、甘みがあるということはお湯の温度を冷まし入れる、いわゆる玉露の入れ方をするとより甘みをしっかりと感じられるんじゃないのかと思ったのが、このお湯の温度をちょっと変えて入れてみようと思ったきっかけなんですね。で、もう一つ、だいたいですね70度くらいで入れた紅茶ですね。若干
熱湯で入れたものに比べると色合いが薄い感じがしますね。こちらが熱湯、こちらが70度。では70度の分いただきます。パンチがないですね。熱いのは口の中に入れた瞬間にふわっと香りが口の中にふわっと広がっていくんですが、こちらぬるめのお湯で出したものはそのまま広がらないんですよね。なので一気に個性がなくなった、そういう味わいになってますね。では低い温度で入れたものですね。やっぱり低い温度だと出る時間が結構かかると思うんですが、熱湯に比べたら抽出効率は落ちるんですね。どうでしょうか。70度と比べて、こちら70度ですね。さらに低くなりました。人肌くらいまで冷ました紅茶ですね。この熱湯のものと比べると色合いが全く随分変わってるっていうのが分かります。それではぬるめで入れた紅茶いただきます。味が本当に広がりが全くないですね。で、ちょっと、風味がないだけじゃなくて、味もなんか全く違うものですね。悪くなったような気がします。熱湯で入れた方はしっかりとね、味わいも、広がりもぬるくなってきて、お湯の温度が下がってきた、お茶の温度が下がってきたとしても、しっかりした風味を備えてます。兼ね備えてます。それに比べてぬるい方は紅茶のいいところが抽出できてないという、風味ですね。必ずこれ沸騰させてしっかりと熱い状態にしたものを入れるというのが紅茶にとっては必要っていうのがよくわかります。やっぱり日本の品種を使って日本の緑茶を作る機械を使ったとしても、紅茶は熱湯で入れるということが必要っていうのがよくわかります。面白いな。で、こちら、この侍茶人の紅茶、今年たくさん作ったので、ちょっと売ろうと思っております。なのでぜひですね、皆さん侍茶人のオンラインショップ覗いていただきまして、紅茶買ってください。美味しいですよ、ネットで入れると。おすすめです。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。